どうも MA です。今日はなんだけれどもね、聞かせて塗装テク第2回目やっていきたいと思います。ここだけの話ね、1回目やってみてみんなの感想が割と反応良かったら2回目もやろうかなみたいな風に言ってたんやけど、実はねまだこれ撮ってる時1回目出してないのね。だからあれなんだけど、でも今ちょうど時間できたからやろうかなと思って本当思いつきで今回してます。ってことでねやってくんだけど、今日はねそう聞かせて塗装テクは私が独断と偏見で事前にみんなが送ってくれたリペイント、主にリペイントかな、リペイントとかフィギュアの塗りを私が添削させてもらうっていう企画です。最近始めました。やっていきたいと思います。で、今日はね何やってこうかなと思ったんだけど、ちょっとパッて目について星氏5530さんからいただいたジョジョの奇妙な冒険で東方仗介ですねの二次元塗りのフィギュアを添削させてもらおうと思います。最初にねちょっとコメントを読んでみましょうかね。初の二次元塗りだったので SMSP の D 賞で出てくるようなシンプルな二次元塗装を目指しました。その中でジョジョらしい線を少し追加していますっていうことなんだけど、ありがとうございます。添削してほしい部分のポイントとしてはハイライトの白色の部分が迷ったので添削してほしいですとのことです。今回も二次元彩色やっていこうと思います。やっぱ人気だね、二次元彩色は。ハイライトの白い部分がパッと見た感じ、確かにちょっと悩んだりとか苦労したのかなっていうのが、私もね画像を見た時に全体的にいいなと思ったのが SMSP の D 賞って、二次元彩色の D 賞ってことね。みんなも結構知ってる方多いと思うんだけど、比較的すっきりとした塗り分け、二次元塗りっつってもさいろいろあるじゃないですか。私もこの動画でいわゆるちょっとイラストっぽいというか絵っぽく見えるような仕上がりになる塗りはこのチャンネルで結構やってきてると思うんだけど、その中でもいろんな表現の仕方があるじゃん。でその中で今回ちょっとコシシさんって略すけど、コシシさんは今回 SMSP のちょっと比較的すっきりとした塗り方を目指したっていうことなのね。そういう点で見ると全体的な色の塗り分け私すごくいいなと思いました。でね、そうだな、パッと見た時に、色の選び方もねとても素敵だなと思ったし、あと足元の影、これね結構足の膝から下の部分があえてハイライトを入れてなくって影が落ちてる感じでまとめてると思うんだけど、そういう表現もね一個のやり方としてあるからすごくねまとまりが良くてねいいなと思いました。狙いも分かりますし、あとねシンプルにね塗ったってはおっしゃられてるんやけれども、意外と、その中でジョジョらしい線を少し追加してるってことだから、確かにジョジョの線って細かい線が入ってくるのが特徴的じゃん。私も結構ジョジョのフィギュアは今までこのチャンネルの中でも塗ってきたからみんなわかると思うんですけれども、細かい線とか黒い線が結構特徴的ですよね。それがねこの目の下の線だったりとか、あとここの胸元の線結構ねちゃんと描かれてて、意外と細かいところまで手を伸ばされてるから、すっきりとした塗り分けの中でも作品力っていうところがぐっと高まっててすごくいいなと思います。あとこのハートのところの書き込みがハイライトと影のバランスがめちゃくちゃいいですよね。だから今回やっていく添削のポイントとしては、コシシさんの要望でもあるようにハイライトっていうところで注目して一つ添削させてもらいたいなっていうところと、あとはそうだな、その細かい部分が意外と書き込めてるので、その細かいこの黒い線の書き込みの、私だったらここももうちょっとやるかなっていうところ、ここに注目してやっていきたいなというふうに思います。多分ねリペイントとかされる中で結構時間もかかるし大変だし、全部に同じアプローチしていくと結構時間かかっちゃって大変だよと思ってる方結構いると思うんですよ。だけどね全部に同じ仕事をしなくってもポイントを押さえるだけで結構グッと作品の見栄えって仕上がりって良くなるから、そこをね結構注目して今回塗りに興味があるよっていう方は見てちょっとでも参考になったら嬉しいです。ということでじゃあ早速ちょっとやっていきますね。ベースの塗り分けはすごくいいっていう話したんですよ。でこれさ、今回私ね添削の応募フォームの中で参考にした資料とかも載せてもらうようにしてるので、そちらの方も今見ながらやっていくんだけれども、参考にされた資料の再現はね結構よくできてるなと思ってて、ハイライトの色やっぱいいですよね。今コシシさん今回ハイライトの色が今回これがベースカラー、これが多分ね今回のベースカラー、これ塗り直ししたのかな、どうだろう、これベースなのかな、ベースイコール影カラーみたいな扱いなのかな、とあとこのブルーの色、これがハイライト1として、でこの白色ですね、今回迷われたっていうこの白色、これがハイライト2
主にこの3つの塗り分けでやられてると思うので、これね確かにこの白色が迷ったっていう理由の私一番の原因はこれなんじゃないかなって思うのがあって、ハイライトのこの白色って実はねめちゃくちゃ強力な色なんですよ。真逆の色としてさ、白がもうまっさらですごく明るい色なのね。逆にさこの黒色っていうのはさすごく暗くてさ、こういう顔とかにさこうやって線をちょっと入れることによってさめちゃくちゃ目立つじゃない。だからこの黒い線を描き込むのと同じぐらい暗いところの上にのせたりとかする白色とかってかなり目立って見えるの。だから使い方を間違えちゃうと浮いて見えるんですよ、悪く言うんだったら。だからここね私今回ね SMSP の D 賞の二次元塗りみたいな感じでシンプルに狙いましたって今回コシさんおっしゃってるから、もうね白もしかしたら使わないっていう手も今回ありなんじゃないかなって思ったんだ、この1個のやり方として。もちろん今回みたいにこの白色をこう散らして塗られてもいいんだけど、今回私あえて白色を使わないパターンっていうのをちょっと見せていこうかなって思いますわ。実際のフィギュアに塗ってるわけではないから、あくまでイメージとして見てくれたら嬉しいかな。はい、今ねこんな感じでちょっとハイライトをあえて白色じゃなくってハイライトに最初に入れてくれてるちょっと暗めの方のハイライトの色をもうちょっと同じような色味で明るくしたブルー系の色で入れてみたんだけど、どうですかね。これパッと見た時にチラチラってこうちらついて見えてた白色のハイライトが結構全体にこう馴染んで見えたのが多分わかると思うんだけど、こんな感じでねハイライトって言ったらこの黒い髪の時にねこうパッてライトが強めに当たると綺麗な言い方するとこの天使の輪みたいな感じで白色でね、あとこのほっぺたに当たってるこれも白色でハイライトが当たってるように見えるから、全部ハイライトイコール白色みたいな風に結構想像される方も多いかもしれないんだけれども、あくまでもハイライトってこのフィギュアの中で特に明るくしたい部分だよっていう風に考えてくれればいいから、白色じゃないっていう選択肢もあるんだよっていうことをね今回強く頭に入れてもらうと、多分今後塗っていく時に幅が広がっていくと思います。っていうかね見え方が多分変わってくると思いますね。でコシシさんが最初に白色を入れてた場所を中心にあんまりいじってないんだけど、どうですか。結構いいですよね。ここにハイライト入れたいよっていう場所の捉え方とかはもちろん参考資料とかも参考にされたと思うんだけど、結構ねいい場所捉えられてると思うから、その感じでハイライトもいろんなね白以外の色でもやってみてもらうと幅が広がると思います。あとね、若干ちょっと今回やったんだけど、これねこのハイライトから若干こう細かい線をこうやって出すことによって徐々みみたいなのが増す場合もあるから、これもね一個のテクニックとして。あとねここの部分のこの四角いとこあるじゃないですか。ここのね角の部分に意外とハイライト入れるとめっちゃグッてしまって形がバンって入ってきて見えるんですよ。ちょっとやってみるけど、ここら辺ですね。ここら辺ちょっと入れすぎかな。ここら辺にこうやって分かります？こうやって入れることによってぐっとねほら出てくるんですよ、ガッて。そうだからこういうところもね結構ポイントです。塗り込む面積ってそんなに多くなくてもグッて見栄えがいくので、ここにねハイライト入れることによって今回このケースだと顔にも自然とこう視線誘導がいくんですよね。だからポイントでねこう押さえていくだけでも全然変わるので、これがまず一つ私からのアドバイスとして伝えさせてもらおうと思います。あとはねそうですね、ほんと細かいところなんだけれども、最初にも言ったように意外とコシシさん今回ジョジョっていうのをやはり意識されたからだと思うんだけれども、黒い線とか細かい線の書き込みがね意外とされてるんですよ。販売されている二次元彩色ではこういう黒い線だったりとか細かい塗りっていうのはなかなかこう商品として出す時に難しい部分だったりもするから、これをねこう自分でできるとペイント品飾った時に結構他にはないような深みのある作品になったりするので、この感じでやっていってくれたらすごくね素敵な作品につながってくると思うんですけど、例えばここまで書き込まれてるんだったら、ここも私だったらここもちょっとやっちゃうと多分めっちゃかっこよくなるんじゃないってポイントとして一つ、このボタンの部分ですね。ここね今回ね何も、ちょっとはやってるのかな、あまりでもされてないのかなと思うんだけど、どうなるの。ここのハイライトはここはどうなのかな。ここって自然と最初から入ってた色なのかしら。これとかどうなんだろう。これとか何もやってないのかなって思うんだけど、こういう金っぽいカラーってもともと確かに自然と入るハイライトをあえて活かすっていうやり方もあるのね。そうもちろん白を描いて、こういうところはもう白描いてもいいんですけど、この黒い線で
黒い線で影っぽい色をグッてちょっと入れることで、そのもともと入ってる反射で入ってるハイライトの色がグッて出てくるのね。だからちょっとやってみますね。本当にちょっとだけですよ。はい、どうですか？わかりますか？このボタンの部分に黒い線をちょっと書き込んでるだけです。これはね、なんかじゃあどんな風に書き込めばいいのって結構難しいかもしれないんだけれども、極端な話、そんなに深くは考えなくても入れるだけで見栄えっていうところには大きく影響するから、まずはやってみてほしいんですけど、多分コシさんだったらそれこそできると思います。ここまで顔とかにも黒い線書き込めているから、この白いもともと入ってる反射のハイライトの部分にこう隣接して黒い線を置くだけで極端なこの対比ができるので、ボタンってすごくちっちゃいんだけど、こう全体として見た時に引き締まって見えるんですよね。だからちっちゃいからといって何もしないのではなくって、本当にちょっとの手数でいいからこんな風に入れるだけで締まって見えるから、これはおすすめですね。要はあれですよ、今回このハートの部分すごくハイライトも書き込んでるし、反射とかも書き込んでるし、黒い影とかも書き込まれてるから、こんだけこう深みのある、しかも絵っぽいハートが出来上がってるから、同じようなことを細かい部分にもやられるともっと良くなるっていうことですね。あとは最後顔なんですけど、顔ってさ、もう何回も言うんだけど、すごくやっぱり私はね大切な部分だと思っていて、顔でその人っぽさっていうところが出る結構分かりやすい場所でもあると思うのね。だから今回この目の書き込みとかもこれ多分加筆されてますよね。目もね、よりこうジョジョっぽくなるように目のこのくぼみの部分だったりとかも線を書き込まれてちょっと影が落ちてる感じにされてるし、この目の下の影とかも入れることによってちょっとこうかっこいい男らしさみたいなのも表現できてて、この口の下の方にもねちゃんとこう影を書き込まれてることによって原作のジョジョらしさとか唇がちょっと厚みがある感じとかも出てるから、ここまで書き込まれるんだったらこの鼻の穴の線も描いてもらえると多分もっと良くなるなと思うのと、あと口も今中心の線と下の線は描いてるけど、上の方が何も拾われてないんだけど、ここもねもうここまで書き込んでるんだったら拾ってしまってもいいんじゃないかなっていうところと、あとは耳ですね。耳、ここもね結構見落としがちなんだけれども、耳って意外と入り組んでて、もう分かるようにここに影が入ってて、ここにクッてくぼんでるところに影が落ちてるんじゃないですか。ここはね、もう変な話、口の下よりも影が落ちてるとこなんですよね。そうだから口の下書き込むんだったらもう耳も書き込んじゃおうっていうことで、ここら辺をちょっとやってみますね。加筆していきます。あと顔を書き込んでいくときは、特に参考にしたい資料とか目指したいキャラクター像があるときは資料を参考にするととてもいいと思います。はい、今やってみました。ここの鼻のところと、鼻の穴ですね、主に鼻のところと、あと口の上の部分にもちょっと書き込んでみたんだけど、分かりますか？ここら辺ね、ここら辺、あとここら辺ですね、あと耳。こういう感じでやっぱやるならここまでやった方がよりねやっぱぽくなりますよね。一番変化が大きかったのは耳なんじゃないかな。耳は多分何もやられてなかったと思うから、ほとんどやられてなかったと思うから、ピアスの部分も輪郭だけでもちょっと黒い線を入れてあげたりとか、耳のの部分ですね、影が落ちてるところ、多分これは資料とか変な話見なくてもフィギュア自体によく見ると影もともと落ちてると思うんですよね。だからね、やっぱりこう二次元彩色のフィギュアにしたいっていう場合は、そもそも何もいじっていない状態で、こう手を加えていない状態でフィギュアにも自然とグッて影が落ちてるところは、やっぱ基本的には拾ってあげた方がナチュラルに入っている影が見えなくなるから、そういうところはね基本的にやっぱ塗料でも拾ってあげた方が全体的にはグッとそれっぽくはなるんじゃないかなって私は思ってます。あと口のところも今回ちょっと口角の部分だったりとかもちょっと加筆させてもらったんだけれども、ペイントとかのいいところとしては、自分の好みに少しでもこう近づけることができるっていうところがありますから、ある程度いわゆる整形みたいなことができるんですよ。人間の顔ってさ、メイク一つでも全然変わるのと同じで、結構ミリ単位で全く違う顔に見えるんですよね。そのミリ単位の作業っていうのは基本的にリペイントの中では顔のメイクだったりとか、こう整形級のメイクだったりとかっていうのはリペイントではもう可能だって思ってくれていいので、そういうところを今回送っていただいた参考資料とかもよく見ていただきながら、よりこう自分の好みにも合わせつつ原作とかにしたいのであれば原作とかの資料とかもしっかり見つつこう近づけていくと、さらに
いい顔に仕上がっていくと思うので、こんな感じでね、細かい部分、せっかくここまで目がもう行き届いているのであれば、もうちょっとだけこう目をね、やってみるともっともっといい作品になると思います。はい。じゃあまとめますね。ハイライトを迷われたっていうことだったけれども、ハイライトイコールもう白とは考えずに、色味のあるハイライト、最初にハイライト入れられてた今回はブルーだったので、同系色でもうちょっと明るい色にして、同じような色でハイライトも整えていくことで全体のまとまりが良くなってちらついて見えなくなるっていうことと、あとは細かい線、できるだけ細部まで目を行き届けさせて、細かいところをグッと書き込んで締めることで、より原作のキャラクターに近づいていくっていうことですね、今回は。はい。って感じなんだけど、いかがでしたでしょうか。1回目と2回目と続いて二次元彩色でしたけれども、やっぱりこう二次元彩色って言ってもね、その中でもいろいろあるように、同じフィギュアでもいろんな塗り方ができるから楽しいですね、私もこう見てて。はい。今言ったこととかもジョウスケだけの技法じゃなくって、全フィギュアにいろんなところで使える、知っておくといろんなところで応用が効くテクニックだから、ぜひぜひ悩んでた方は取り入れてやってみてくれると嬉しいです。ちょっと変えるだけでめちゃくちゃ見栄えって変わりますから、最後の最後のあがきで結構ね、見栄えってぐっと変わったりするので、自己満でもね、結構うわ変わったぞってなる感動とかもあるから、ぜひ終わったって思った後にあともう一歩見てみてやってみるとね、よりいい作品ができるんじゃないでしょうか。ということでね、今日は、教えて塗装テクの第2回目でしたけれども、みんなからのね感想とか評判が良かったらまたやっていきたいと思いますので、今回の動画もコメントとか書いてくれるととっても嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。